信長の野望。新生 PKA。お盾の乱に乗じて大規模な越後遠征を行い両上杉家を滅亡させた我らの将軍。東北の弱小勢力を従属させるのには最上が邪魔。準備を整え出羽の国に乗り込むぞ。まずは上杉家を滅ぼした結果、上杉景勝を含む優秀な武将が仲間入り。でも斎藤智信と小島弥太郎は登用ならず。弥太郎みたいに武勇だけ偏ってるとか尖った能力を持ってる武将は好きなので残念。まあこればっかはご縁だからな。越後遠征の目標は達成した。騎乗し次の戦いに備えるぞ。遠征お疲れ様でした。兵が戻るのも時間がかかるのでがっつり内政。米問屋を3にしたいけど石高が1万2000必要なので、先に考え水路をレベルアップしている様子。二条御所もだいぶ仕上がってきたぜ。上杉景虎は舐め腐った停戦交渉した罰に、沢田城城主に任命しました。島流し。初期に頑張ってくれた朽木さんには、イベントで消滅した朽木谷城の代わりに坂本城をプレゼント。実質の天下人となって調子こいた人事しておる。最上攻めの準備に時間かかるから、ついでに大規模人事異動してるだけだよ。さよか。月収入も少し回復してきたので両妻六用を発令。出たよくわからん能力アップ。武田との同盟があと1ヶ月、もちろん今年も更新。予定としては来年最上を成敗して、同盟を更新せず武田に乗り込もうと思ってるよ。火災で大幅に鉄砲強化したし、武田の騎馬隊を蜂の巣にするのが楽しみだぜ。最強部隊を作らんと藤高を岐阜城に転封。軍が多いから特性てんこ盛りできるぜ。特性は統率もしくは武勇が80あるとプラス1、90あるとプラス2になるので、藤高に下方を上げて微調整。こんな感じになりそうろー。属性てんこ盛り藤高爆ターン。人事異動で属性盛るの楽しい。だな。剣女藩にも案をひっくり返した兜を贈呈。あ、黒田官兵衛の兜。めっちゃ攻撃的な坊主になりました。敵は問答無用で極楽送りだ。大谷義継など有能な人材も、どんどん侍大将に昇進してます。城主不足も解消。下方でもって統率を90に調整。細かい戦力強化に慣れてきた。遠征から戻り3ヶ月、いつの間にか成長した伊達家がなんと北条家に侵攻。武田と争って北条に隙ができたか。傍観していては伊達が成長してしまう。急ぎ最上を倒し、周囲の小勢力を従属させ、伊達包囲網を構築するのだ。二条御所の兵はまだ回復しきってないが臨戦態勢を整えるのだ。17条から約9万の兵を出し、一気に最上家を滅亡させるぞー。敵予想兵力は4万4000。修験道の総本山金峰戦時、この乱世で忘れられちゃうかな。これは PK で追加された名所再建。あ、労力ないんで今無理です。おい。後でやるよ。金峰戦時の修理が完了しました。名所の効果で寺の商用プラス1000アップ。なんか地味。金欠幕府の月収入が600円ぐらい増えた。さて臨戦整い兵も回復、征夷大将軍、出自委員。準備した腰病牢は210日分、目標の柴田城到着は210日後の予定。容量心もとないけど途中の補給拠点によれば大丈夫、多分かよ、心もとねえ。観音寺城の剣女藩も容量イコール到着予定日。こりゃ合戦一発勝負になりそうだぜ。威風狙いではあるけど官兵衛の破壊跳躍。環状経験値稼ぎ。東大寺の修理が完了しました。二つ目の名所、労力プラス2。最下層掟をマックスの3にレベルアップ。鉄砲レベル上限突破プラス3、全城の鉄砲レベルプラス2。わかりやすい最強王。だな。土橋信明は強い不満があり出奔しそうです。久保様直々に引き止めればあるいは、元朝倉の人で織田に寝返り解明してノップから一文字もらって信明になった人か。先方混乱で武領も朝倉の伝え持ってるな。しれっと左遷した楠木と一緒に新宮城に20年とかでなんとかなるかな。楠木に書道でも習って精神を磨け。よしこれで交渉値は OK。っておーいしれっとノップ解雇させようとすなー。危ねえ今お前一瞬決定ボタン押してたぞ。クリックしたままカーソルずらしてギリギリの回避。お前がノップと同等の価値があるわけがなかろう。交渉中止。どことなりと好きなところに行けー。こうして自己評価高尾は出奔。おととい来やがれ。コンピラ軍の修理が完了しました。コンピラ3で交易港の商用プラス2500。1500円くらい月収入アップ。ってあれ集結してる最上勢、すでに兵糧が。これ幕府軍到着前に壊滅するんじゃ。速攻の威風狙いが。どう頑張っても10日そこらじゃたどり着けないよ。進軍予定地を近くの城にして、集結してから柴田城に進軍するべきだったな。
ここまで来るのに200日くらいかかるのに。やっちまったなぁ。武田との同盟も2ヶ月を切りました。武田と同盟切れたら攻めるつもりだったのに。最上潰すどころか開戦すらできてねえ。こりゃもう1年同盟継続だな。到着前に最上勢ほぼ壊滅しちゃって合戦は無理。完全に戦略を誤った。とりあえず人当てして出直し決定だな。藤高たちもここまでの行軍で兵糧残り60日程度、柴田城と津川城を落とすのも一苦労かも。って武田も最上攻めてきたここまで苦労してきたのに先にタッチしてかすめ取ろうとかやめてくれよ。なんとか先に白タッチして武田のズルを回避。鬼柴田がマップ戦闘で敵の視界最上義明をさらっと撃破。そんで生き残ってた敵援軍の伊達照宗と会いたい。結果は元地下の鉄砲レベル10が炸裂、4523ダメージ。火災効果の鉄砲 100% アップも相まって、えげつないダメージ入るようになってきたな。剣女班の混乱もあるしむごい戦いでござった。キルレートがかわいそうなレベル。なーむ。弱いけど長年頑張ってくれた京極さんがお亡くなり、城主不足で無茶させてすまんかった。増援で酒のべが到着したけど、またもや元地下の鉄砲戦車。あまりの威力になすすべなく爆散捕獲。鉄砲再強無慈悲の無傷勝利。容量ギリギリだったけどなんとか津川城、落城。藤高の容量残り5日、武田も囲んでるしマジギリだったぜ。続いて柴田城もゲット。しかしこっちも米少ないな。一撃爆散がトラウマになったのか酒のべさんが仲間入り。この人結構強いぜ。あとはこの一部隊蹴散らしたら一旦仕切り直しにしましょ。でも最上の城数も減ったし、次回遠征で威風が出せるかは怪しいぞ。東北ちまちま攻めるのは米が大変。でも今回の遠征で足名家を従属。そういや小勢力を従属させ伊達包囲網構築を目指してたな。さて最上の奪還部隊が来たので、撃退。見せ場ないのでカット。全部待機場、仕切り直して再度遠征だ。約1年かけて2城しか取れないとはこれはかなりの誤算だったぜ。最上の兵力残り8000まで追い込んだのに押し切れず無念。補給拠点もうまく使いこなせず容量切れしてたしグダグダだったな。お城に帰って勘定授与、藤高が星4マックス山城の行商の2つ名をゲット。コメントで突っ込まれまくってたけど、山城じゃなくてそれ京都の古い名称の山城だぞ。がっつり鞭を晒してしもうた。穴があったら入りたい。骨は拾ってやるから安心しろ。埋める気？そして火災効果のデメリットで金銭収入が少ないので、慌てて楽1楽座を3にレベルアップ。でも費用が高くて赤字なの気づいてない。恥の上塗りでござる。兵の期間が200日以上かかるよ。再遠征の日は遠い。本田正信を石山ごぼうに入れて、作事レベル5にして内政ガチ強化中。再出撃まで内政のターン。次の目標の大宝寺城は観音寺城からだと230日かかるみたい。春日山城にでも本拠移転するか？征夷大将軍を京から移すとはこれいかに。それな。っていうか春日山城からでも隣の延沢城で限界。出羽の国交通不便すぎん。めんどいから最上倒して小勢力従属したら伊達は軍団作ってお任せにしましょ。軍団使うのは面白そうだ。修復したコンピラさん、繁栄のための建設をご要望、資金は25000円。収入増える効果だが金欠で資金が足りぬ。糸かなし。でも二条御所では金欠にもかかわらず商人町を破壊して新たに二脱目証券成立。東北で将軍が暴れるために腰病牢が必要だ。そして前回の遠征から半年後、再度出陣の準備開始。前回の反省を踏まえて少数での遠征軍を編成。部隊が多いと補給拠点がすぐ空になっちまうもんな。こっそりやってた徳川家の吸収が完了。めちゃ強武将が多数仲間入り。家康は三河武士の聖地、岡崎城の城主に任命。武田攻めの際は先方をよろしく。酒井さんに馬上げて統率を95へに調整。これはいい城主になりそうだ。臨戦整い将軍ご出自員。片道200日超えだから現地に着くのは来年だ。補給拠点をうまく使ってなんとか向こうで大暴れしていただきたい。何度も遠征軍出すのはきついぜ。そして新軍中に新年を迎え元服の季節。有能な官兵衛の息子の長政が仲間入り。新人といえば本田忠勝井伊直政なんかも、上位集落建設で勲功稼いでもらってます。時代の戦力強化が頼もしい。さらなる戦力強化で野島水軍の村上家を吸収。武領特性の海賊心得も強いらしいぜ。来年は同盟切るつもりだけど念のため勝頼シャンに親善。
出羽の国遠征がまた失敗するかもしれんしな。まあ回復したといえ兵力3万ないし楽勝でしょ。さあ与板城まで着いたぞ、伊在館、大宝寺城。容量も100日以上ある、邪魔者もなし、今度こそ最上を成敗するぞあ、威風無理かと思ってたけど、予想以上の伊達の応援に多数の国衆が。てか今回少数部隊で攻めたけど勝てるのか？浮竹の吸収完了しました。こっそりやってた浮竹吸収、毛利最前線の育ったお城3つゲット。念のためがっつり防衛設定。正論いっぱい。そして微調整して予想外の最上との大決戦。兵力部隊数ともにこちらが負けているだと？でも勝てば威風強、一発かましてやれー。では最大兵力3万程度の国を攻めたら、6万超えで待ち構えてて驚いた戦い、開戦。右翼にコブポイントかつ高台の要所、ノップよ必ず制圧するのだ。将軍義明上杉景勝は中央で奮戦せよ。しれっと将軍鉄砲レベルがマックスの12である。この戦いのために柴田城に転砲した島根よ。兵力少ないけど左翼をよろ。適当に連れてきた土橋も頑張れ。全軍進め幕府の意を示すのだ拙者筋がないのだが。あ、国衆になり下がってる本庄さん忘れてた。今は国衆だけどその人強いんだから忘れんなよ。さあ声援。戦況は溶かしたところで敵と相対した島根が若干ピンチ。いくら島根が強くても敵の方が多いから辛いぜ。右翼は無事ノップが高台に到着。でも敵が矢の範囲から逃げるように移動。中央がうまく戦えてないな。部隊数の差でうまく翻弄されちゃってる感じ。まあ鉄砲乱射ですでに兵力差はひっくり返ってるからなんとかなるか？島根と土橋がうまいこと交代して、軒口守りきれば多分大丈夫。中央の要衝敵の延沢が制圧。これには上杉景勝もびっくり。でも次の瞬間景勝隊の鉄砲レベル11が炸裂して延沢撤退。鉄砲マジ無慈悲だな。これには右州の故障も思わず目を見開いてガン見。こっちみんな。こっちではノップの鉄砲レベル10が炸裂。相馬市13代当主、相馬森種が討ち死に爆散。さらに新生を振る舞い調子に乗るノップ。ノップお前能力高すぎん。敵だと東西が味方だと心強いぜ。戦況は悪くないけど片倉小十郎に中央を抜かれ、左翼は防衛を押し込まれ見た目は押されてる感じに。将軍と景勝は軒口防衛、小十郎を止めよう。ここまで優勢で軒口負けしたら叶わんぜ。新生おかわりのノップは逆に軒口破壊中。敵がこっちの軒口に集中してる隙に敵の軒口を破壊するのだ。こっちの軒口防衛もなかなかの激戦。最上勢決死のとか攻撃。片倉小十郎は将軍と景勝の強撃でフルボッコ。そして敵の木口ではノップが氏家森宗を撃退。そのままノップが軒口破壊。最後は景勝が中央の要所を取り戻して式優勢勝利。我らの勝利だ、勝ち時をあげよ、かーったどー。こんな感じでなんちゃって不利な戦いを圧勝。コストも高いが火災の鉄砲効果の強さが見れたぜ。そして幕府軍の鉄砲の爆音とともに威風が吹く。は？画面からはみ出る後半威風きたー。なんじゃこりゃ。これには最上さんも大敗で戦どころでないとぼやき。寝返った城は4城だけなんだけど、範囲が広かったからほぼ最上滅亡状態。これは嬉しい予想外。これで地域は隣接した、当初の目標小勢力を従属し伊達包囲網を結成。しようと思ったら伊達の従属になってる。伊達包囲網のつもりが足利包囲網に。マジかよ。去年の遠征で成功してればこんなことにならなかったのに。どうすんだこれ。気合？解決方法が疑問形かよ。こうして足利家最大のピンチ、反足利連合軍の反撃が始まるのであった。ではがっつり戦略ミスをしちゃったところで慌てて強い武将を配置しつつ今回はここまで。続きが気になると思っていただけたら、高評価ボタンポチッとお願いいたします。嬉しいです。戦線が伸びきり腰病老も尽きた将軍に襲いかかる反幕府連合軍。果たしてズル将軍はどんなズルで生き残るのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。